皆さんこんにちは。坪田ラボご機嫌 TV にようこそ、心から歓迎します。今日はですね、今年の7月の終わりにセカンドインターナショナルシンポジウム of the Biology of the Non-Visual Option、 ちょっと長い言葉すいませんが、いわゆるノンビジュアルオプション、非視覚系光受容体の国際学会を慶応の栗原准教授が会長として主催しまして、坪田ラボも全面的にこれ手伝いましたので、これについてちょっとご報告したいと思います。もともと2年前にですね、リチャード・ラングとラッセル・ヴァンゲルド、それから栗原先生という4人でこの学会を立ち上げまして、最初シアトルでやったんですね。でこのノンビジュアルフォトリセプターっていうのは本当に大事で、我々見るために目があるんだけど、実は見ないための見るためだけじゃないノンビジュアル、非視覚系の光受容体がなんと5つ、見るため4つなんだけど5つもある。それの機能やなんかがどんどん分かってきたので、国際学会を立ち上げたと。ここの領域で特に OPN5 について坪田ラボがいろいろと研究をしているわけです。でこれがセカンドインターナショナルシンポジウムのポスターですけどもね、すごいですよね。こう目から脳に向かっていろんな発信がされているってことを象徴しています。でね、会場が素晴らしいんですよ。これ神田明神ホールっつってちょうど150人ぐらい入るホールなんだけど、こう栗原先生とね我々でみんなで選んでここで学会やりました。本当にみんな喜んでくれて、でこれがね4人ファウンダー、一番左がラッセル・ヴァンゲルダ、ワシントン大学、シアトルのワシントン大学の教授で坪田とリチャード・ラング。リチャード・ラングっていうのはもうノンビジュアルフォトリセプターのもう基礎研究ではナンバーワン。それから一番右が栗原先生が会長で、坪田ラボをブース出しましてね、会社では唯一、ブースを出しまして、みんなにこういうこと開発してるよとかいうのを説明しました。でいろんな仲間、後で話しますけど、一番左のハッター先生、サマー・ハッター先生ってもう睡眠の世界のトップ。これみんなねバイオレットライトメガネかけてくれて喜んでる。真ん中リチャード・ラングとかね、一番右がねサッチン・パンダって、こいつもね OPN4 ではもうネイチャー・セル・サイエンスに出してるすごい、もう研究者で、それからもう一人そこに女性いるのはね坪田ラボの久保田恵里さんですね。でこれみんな来た仲間が集まったところの写真を見せてますけど、本当にみんな楽しそうに2日間本当に勉強しました。でちょっと何個か注目を集めた発表についてご説明したいと思いますが、1日目がねちょうど7月26日、このようなプログラムでやりまして、最初リチャード・ラング、彼がOPN3、OPN4 and OPN5 Light Sensing in Development, Homeostasis and Disease。 だからライトセンシングがね、その成長とそれから恒常性の維持と病気で、特に OPN3、4、5でどうなってるかっていうもう総論、素晴らしい歴史に残る総論でした。それからこれはね一般講演の中から僕がちょっと選んだんだけど、ポスターから選んだんだけど、矢口先生って面白くてね、ウニが光で口を開けたり肛門を閉じたりする、そういう研究してて、これにノンビジュアルオプションが関係していると。面白いですよね。こういう面白いところだから、病気とか人間だけじゃなくてウニさんにもこう関係してる。それから中国のサイバーですね、Chinese Institute for Brain Research っていう、ところの教授で、前の名古屋大学の教授で、我々は今坪田ラボと一緒に OPN5 の研究をしてますが、彼が OPN5 のシグナルとスリープにすごく影響を与えているっていうもう画期的な発表をしてくれました。それからサッチ、昔からの友達で、前僕が慶応の教授だった時、平山先生っていう先生を送ってね、すごいいい論文書いたんですけども、彼も
来てくれました。前ねブルーライト国際学会っていうのを僕やったことあるんだけど、その時にも来てくれて素晴らしい講演をしてくれましたね。で彼ね講演の最後の方にこのノンビジュアルとはちょっと関係ないんだけど、我々はなんかその医療っていうものを病気を対象にしてたけど、病気じゃなくて今よりより健康になることによって病気の確率を減らすって新しい概念を提唱してきて、いつもねこいつは新しいこと言うんだけど、今回も本当面白かった。それから2日目、これも丸1日やりましたけど、最初に名優ラッセル・バンゲルダーが、ノンビジョンオプシンの全体の話をしてくれまして、それからクリちゃん会長講演としてね、近視、近視をターゲットにした話を、特に基礎研究の話をしまして、その後僕がクリニカルアプリケーション OPN5 どうやって近視の予防に使ったり、うつ病の予防に使ったり、パーキンソンの予防に使ったり、果てまては老犬年取った犬のなんかね、脳の環境を良くしようとか、そういうような話をしました。で最後がサマー・ハッター、もうこれ NIH のもう世界の、睡眠研究のトップですけどね、彼が来てくれて全体的なノンビジュアルオプシンと睡眠との関係、こういうような話をしてくれて幕を閉じました。第3回目もやろうってことになって、2年に1回これをやることになっていまして、シンシナティかね、シンシナティの時は多分リチャード・ラングが会長、それからサンディエゴの時はサチン・パンダが会長、ということでもちろん坪田ラボも参加しますし、でこういう新しい動きですよね。で今まで目っていうのは見るためだけにあったんだけど、見るためだけじゃなくて目から入った情報が脳に行ったり目に返ってきたり、それによって健康を保つための光、このサイエンス坪田ラボはそれをビジネスとしてもやってるけど、世界の研究も推し進めて、ここでずっとですね、トップを張って世界の研究者と共に進んでいきたいと考えています。ご清聴大変ありがとうございました。第2回の国際非四角形光受容体の国際学会の発表でした。